今日なんですけれども、箸を使って遊んでみようと思います。これは私が練習でよく使っている竹箸、割り箸ですね。こちらと、それから100円ショップとかでよく売っている箸、これを使ってみようと思います。で、手裏剣を始めたばかりの人が箸で練習する場合なんですけれども、これだと少し軽くて先が尖っていないので刺さりにくさを感じることがあります。で、的は段ボールを使おうと思うんですけれども、刺しやすくするポイントとして100円ショップとかで構いません。少し重くて、それから先の尖ってる箸、これを用意していただくと刺しやすくなります。もしくは段ボールが少し薄いもの、厚い段ボールとちょっと薄い段ボール、いろいろ種類あると思うんですけれど、薄い段ボールを使っていただくと最初のうちは刺さりやすいので、手裏剣を刺すという感覚を養うにはそちらの方がいいと思います。で、今日はこちらの箸も合わせて使ってみます。それと1本だけ、これ本当はね、あんまりやるとね危ないんですけれども、先を尖らせてみました。これ先を尖らせるときはやっぱり怪我に十分気をつけてこういったことをやってください。あと跳ね返るとね、やはり非常に危ないです。ですので一応こういったものを今日は用意して遊んでみようかなと思います。まずはウォームアップで段ボールからいきます。前回同様、椅子の上に段ボールを乗せてます。まずは竹箸から。割り箸の方ですね、ちょっと軽いのでしっかり打っていきます。椅子の上に段ボールを乗せているので片膝立ちで行います。この姿勢でも足の力や体の力っていうのは使いにくくなるだけで全く使えないわけではありません。ですので腕の力だけで振るのはやめてください。ちゃんと体、それから足の力、全身使って打ってください。それと軽いものを打つ場合、投げる場合の注意なんですけれども、軽いからといって力で投げてしまうと意外と肩、それから肘を痛めやすいので、重いものと同じ力加減といいますか、重いものを持っているように軽いものは重く使う、そういったことを心がけると怪我もしにくくなります。続いて少し重めの箸、こちらでやってみます。多分こちらの方がやや重さがあるので使いやすいんじゃないかなと。次、先尖ってる方いきます。やっぱりね、もう一度今度はこの箸だけを使ってやっていきます。これはもともとラーメン箸っていう名前で100円ショップとかで売ってるものです。割り箸に比べたら少し重いです。ですが先が尖っていないので、こういう箸を使う場合は段ボールが少し薄い方が刺しやすいと思います。ちなみにこの段ボールはペットボトルのお茶とかが入ってる段ボールなんですけど、少し丈夫です。なのでこれよりは薄い段ボールの方が最初のうちは刺しやすいと思います。そして先を尖らせたもの、やはり先が尖ってくると簡単に刺さります。
ちなみに先が尖っていない場合だと、これはどうやってもおそらく畳には刺さらないんじゃないかなと。結構これ今思い切って打ってるんですけれども、やはり畳には刺さりません。これに対して先を尖らせたらどうなるか。おそらくね、これだと重さ的に畳は刺さると思うんですけれども、ちょっとやってみます。やっぱり刺さりますね。今日やりたかったことですけれども、これは例のベニヤですね。ベニヤ板、ドアの廃材ですけれども、ベニヤ板です。音聞くと分かる通り、少し薄めのベニヤ板です。ここに先ほどの箸を打ってみて刺さるかどうかやってみたいです。ちなみに先が尖っていない箸だとどうなるのか、まずそちらから実験してみます。先が尖っていない方からいきます。あ、先が尖ってなくても刺さるんですね。ちょっと意外でした。ちょっとね斜めでしたけれども、ベニヤ板簡単に刺さるんですね。意外です。そうすると先が尖ったものだとどうなるか、より刺さるのか、それとも同じような刺さり方をするのか。いきます。なるほど。分かりやすいんですけれども、こちらが先が尖ってない方です。ちょっとね、ここがもう裂けてるの分かりますか？こっちから見れば分かるか。こういうことです。こっちは割れながら入っていった。それに対してまっすぐ入っていってるんですよね。どの面から見ても板の割れがない、綺麗に入っていってます。やはり先が尖ってるっていうのは最初に抜けていく力、要は貫通力、刺突力というのが強めなんでしょうね。割れながら入っていったものに対して綺麗に入ってます。この違いですね。これもしかしたらこちらの割り箸でいけるんでしょうかね。全く先は尖ってないです。これでいけるかどうか。ちょっと難しいですね、やっぱり。でもいけた。できるんですね。意外だ。ベニヤ板で割り箸でベニヤ板って刺さるんですね。ちょっと久しぶりに例の竹串やってみたいと思います。
串難しいんですよね。竹串もなんとか成功です。畳に段ボールを貼り付けてみました。箸、それから割り箸、座った状態でねできるようになれば、あとはもう立った状態ではある程度簡単にできるようになってますので、というわけで今日は箸、それから、一部竹串を使って遊んでみました。やってみて意外な結果が出ました。私は正直を言うと手裏剣というものが武器としてどうなんだろうとちょっと懐疑的な部分もあります。ですが、実際に軽い割り箸がベニヤ板に貫通するっていうところを、見てしまうと、やはり物を投げるっていうことは非常に大きな力が働いてるんだなということは改めて感じました。ですのでね、やっぱりこういったものを投げてるわけですから、練習をする人は周りに十分に気をつけてこういった練習をしてみてほしいなと思います。あとは先ほどちょっと話はしたんですけれども、座った状態というか立ち膝の状態で段ボールが貫通できるようになれば、立った状態で行えばもっと簡単にそういったことができるようになります。ですのでぜひ気軽にこんなね箸、それから段ボールなどでできる練習ですので、練習だけでも始めてみると非常に面白くなると思います。こんなものでも刺さるんだよっていうのが分かるととても面白いと思います。こんな形でもし何か見てみたいこと、興味のあるものありましたらコメント欄の方に書き込んでいただければ対応はさせていただきます。よろしくお願いします。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。